コレコード立花の代表の横山功です。僕はレコード屋の2代目なんですけれども、僕の おじいちゃんがですね、横浜の中区っていう方で鶏肉屋さんをやってまして、それの立花屋という家紋ですね、立花で、そこの親父の兄弟がみんないろんな商売をやってて、うちの親父はちょっと体が弱かったもんで鶏肉が継げなかったもんでレコード屋になって、だからそのまま立花ですね。だから立花一族でございます。でももうみんな商売やめちゃって、今うちの立花で残ってるのはうちだけなんですよ。商売屋多いんですよ。立花の花こう末広がりだから、お蕎麦屋さんとか呉服屋さんとか、ここに来てからは13年目なんですけども、その前は神奈川区の六角橋というところでやってて、そこで50年やってて、50年目にこっちに越してきたっていう、今年が63年目におかげさまで神奈川大学がある町なので、その時に人大生のアルバイトのお兄さんがいるじゃないですか。だからそこがいろいろレコードの息子だからで、ガキンチョで洋楽聴く珍しいからっていうのもあったし、街のレコーダーなんで、例えばジャズ喫茶にレコード持ってったりとか、居酒屋さんでまだレコードとかかけてとか配達したりとか、本当は下町なんでそうやって育ってきてるんで、ある意味ではだから浅く広く聴いてるのかなっていう感じだとは思うんですけども。従業員の B ちゃんです。私は戸塚に支店があったんで、そこのアルバイトで入って30年になりますね。はい、服飾の専門学校に通って、どちらかというとこうミュージシャンの衣装を作りたいとか、そういう感じでバンド見に行ったりとかライブ見に行ったりとかしながらで、アルバイト募集の張り紙を見て、じゃあレコード屋でバイトしてみようかなっていう気がついたら30年経ってました。僕らの年でレコード屋さんの子供だったらみんな経験してるんですけど、こんなんですよ。覚えてるのは幼少の時とかレンタルレコードの登場はもう大打撃が食らいまして、ところが2年ぐらいしたら潤うんですよ。音楽を聴かなかった方より音楽を聴く人口が増えたんですよ、そこでレンタルレコードによって。そうすると2年ぐらい経つと新譜がだんだん売れ出すんですよね。いろいろアイドルブームとかあったりとかしたりとかで、特典物とかそういうのって新譜が売れるようになるんですよね。あとはやっぱり CD との変わる時驚愕でしたね。89年90年92年ぐらい、日本のね国策に近いやり方でしたからね。あれはもう CD に変えるっていう。ちょっと言ったところに寺家ふるさと村っつって里山があるんですよ。横浜市と川崎市と町田市が重なってる山なんで壊せないんですよ。自然豊かな、本当に横浜なんだけど横浜じゃないようなところでホタルも見れる。だから散歩がてらにねふらっと来てもらえればっていう、ゆっくりじっくり音盤三昧っていう感じで、ビールも置いて、長い人は朝来て上の蕎麦屋さんとかラーメン屋さんでお昼食って、また戻ってきてってゆっくりっていう方もいらっしゃいます。ここがクラシックなんですけど、ジャンルに力を入れてるわけではなくて、やっぱり買い取りのジャンルの量一番多いのはどうしてもクラシックになっちゃうんで多いっていう感じです。横浜っていうのもあんで、昔やっぱジャズがどうしても売れるんで、ジャズが真ん中にあるような感じですね。カセットはもうすごい売れちゃって大変もう売れる、毎日のように来ますよ。全然物がないです。スカスカになっちゃって全然。レコードを探してて回ってくるお客様が多いですかね。多分うち来るお客様って回るんじゃないんですかね。お休み取って回る方とか多いですよ。土日になるとやっぱしで、これはいわゆる自主流通。六角橋の頃に商店街の販促もやってたんで、今六角橋商店街闇市っていうのをやってるんですよ。この間中村達也とか来たりとか、商店街で音楽フェスみたいなのやってて、もう20年以上やってるんですけど、で僕その時の立ち上げのメンバーなんですよ。そういった付き合いがあるもんで、最近このとこね、この 3,4 年はスーパーバタードッグのギタリスト剛君のバンドエンドリケリのギターが自分のバーを出してる。街のレコード屋なんで入り口であってほしいし、それは徹底的に意識してます。飯野さんみたいにもっとしなよとか言われるんですけども、いやそういうことではなくて、そういうお客様はそういうところに行っていただいて、こういう街でもあるんだよっていう、いわゆる小学生から入りやすい、ただでさえ入り口が入りづらいもんですからお父さんお母さんが子供連れてたら子供と一緒に遊んだりとか、そういうの大好きです。今の子はね、普通に
レッチリとか聞いちゃいますから、幼稚園生とかでも親が結局聞いてるから、その中から好きな曲とかが出てくるんで、ダイアナ・ロスのこれねシングル聴く小学生とか一番はどこまで続けられるかなっていうのをこれからっていうのはね、僕去年がんやっちゃったんですよ。でそれで今営業時間もすごく短くて、俺病気になったからもう通販切り替えますって言うんじゃなくて、ご迷惑かけちゃいますけども、まずできる限り長く続けようと思っていますということで、いろいろやりたいことあるんですよ。ライブのイベントも興味あるし、飲食とかそういうのもありますし、街の方といろんな音楽を通してやれればなっていう思いもいろいろあるんですが、まずはこの体といいますか、そこからなのかなっていう感じで。